ゆで卵の殻、新鮮なものほど剥きにくいのはなぜ？新鮮な卵を茹でて殻を剥くと白身と薄皮がうまく剥がれず、表面がボロボロになることがあります。なぜでしょう？ゆで卵の殻を剥きにくくしているのは、白身に含まれる炭酸ガス。炭酸ガスが熱されられて体積が増えると、白身が薄皮を圧迫して皮が剥きにくくなるんです。卵が新しいほど炭酸ガスがたっぷり含まれていますので、新鮮な卵ほど殻が剥きにくくなるというわけなんです。なお、炭酸ガスは時間が経てば抜けていきますが、気温が高い方がより抜けやすくなります。だから冬よりも気温が高い夏の方がゆで卵は剥きやすいんです。焼きプリンの焼きはどうやって入れるのか。コンビニのお菓子コーナーでは相変わらずプリンが幅を利かせております。中でも近年は表面に焦げ目のついた焼きプリンの進出が目立ちます。ただし問題は焼きなんです。一見してやわな容器に入ったプリンに対し、どうやって焼きを入れているのでしょうか。これは容器に特に耐熱性の高いものが使われているから実現できるそうなんです。つまり表面の焦げ目は常識の通りオーブンによるものなのです。大量生産の方法については、ベルトコンベヤ方式とオーブンを併用した独特の工業工程が用いられております。そこでポイントとなるのが、うまくプリンを固め、かつ容器を損なわずに焦げ目をつける温度なんです。それは100度から150度のあたりだと言いますが、正確な数字は各社の企業秘密だと言います。果樹園に育つリンゴの木はどうやって背を低く保つのか。リンゴの木はもともと背が高く、カザフスタン共和国のマルマアタ地方にあるリンゴの野生樹などは幹回りが3メートル近くにも及ぶものもあるといいます。しかしこんな木を育ててしまうとビジネスにはなりません。収穫をしようとするとき、櫓を組むかクレーン車でも用意しない限り、リンゴの実に手が届きません。そこで人間は知恵を働かせ、収穫しやすいように背の低いリンゴの木を育てることに成功しました。一般に果樹類の栽培は数を増やすには簡単な接ぎ木をするのが基本で、リンゴも例外ではありません。そして接ぎ木をした木の成長を悪くするような台木を用いる方法が取られます。成長を抑える台木と大きく育てる台木を用いるのとでは、その後の木の成長が2倍以上も違うと言います。結局、果樹園のリンゴの木の背が低いのは、収穫や剪定、農薬散布といった作業にその方が便利であるということと、台風などに見舞われた際、背の低い方が倒れにくいという理由のためなんです。トイレの脱臭に金が使われているっていうのは本当なのか。
金塊を砕き、どんどん細かくしていって、ナノ、10億分の1メートル単位の目に見えない微粒子にすると、そこに不思議な力が生まれます。なんと金は化学反応の有力な触媒に変身するんです。例えばその触媒は常温で悪臭の原因物質を分解できるため、便座の脱臭機能に応用できます。ただしそこで利用されるのはあくまでもナノ単位の微粒子となった金なんです。また金触媒によってプロピレンオキシドの生産プロセスが大きく変わる可能性もあります。プロピレンオキシドとは不凍液や自動車の内装材の主原料となる物質です。それにしても金がトイレの脱臭に効果があるとは実に大胆なイメチェンでありますね。古代エジプト王が愛用した矯正剤のレシピとは、古代エジプト人の習慣や風俗などは壁画やパピルス文書などの多くの記録から伺い知ることができますが、そんな記録の一つに紀元前1600年頃に書かれた医薬書があります。その一節に当時のファラオ王が愛用していた媚薬もしくは矯正剤のことが書かれております。当時のエジプトのファラオは高級に500人近い美女をはべらせていたのですが、その高級に入る前、必ずある飲み物を飲んでいたといいます。その飲み物の材料はというと、ゴマとスズメバチの卵にミルクまたは蜂蜜を混ぜたものなんです。どうやって作るのかというと、まずゴマをいって軽くすり、それにスズメの卵を加えてからもう一度よくすります。これにミルクか蜂蜜を加えて沸かせば出来上がりと簡単です。さしずめすりごま入りのミルクセーキといったところでしょうか。当時ごまはセムセムとかセセムと呼ばれておりましたが、これはごまが媚薬という意味だったからなんです。また鳥の卵が勢力を増強するというのは今でも言われることですし、ミルクや蜂蜜も栄養価が高いんです。この4つを媚薬の材料にするというのは理にかなっているのかもしれません。ホタルが発光している光の元は何なのか。お尻を光らせて飛び回るホタル。都会ではほとんど見られなくなってしまいましたが、この光は一体どんな仕組みで発しているのでしょう。ホタルの光をはじめ、生物発光のほとんどを占めていると見られているのが、ルシフェリンとルシフェラーゼという成分なんです。この2つの成分を発見したのは、フランスのデュポワという研究者です。1887年に彼はカモメガイや光コメツキムシの発光成分が熱で安定する成分と熱に不安定な成分からできていることを発見します。熱で安定する方をルシフェリン、不安定な方をルシフェラーゼと名付けます。この2つの成分のうち発光するのはルシフェリンの方で、ルシフェラーゼは
酵素のような働きをします。このルシフェリンがルシフェラーゼと ATP、水中に溶けた酸素によってオキルシフェリンという成分に変わるとき、光が放たれるんです。有名店のカップ麺はどこまで本物に近いのか。有名店のカップ麺にしても、有名店の冷凍食品にしても、店主が工場にやってきて作り方を指導するわけではありません。メーカーの技術者がその方法のノウハウと研究を駆使して似たような味を生み出すわけですが、そこで気になるのは有名店の看板です。カップ麺や冷凍食品にはもちろん味の限界があります。しかしあそこの店もこんな程度の味かと思われたら、有名店の名に傷がついてしまいます。店主の方ももちろん一線を守っておりまして、店の名を汚さぬような味が作れない限りは OK を出さないと言います。ランフラットタイヤはなぜパンクしても走れるのか。パンクしても走れるランフラットタイヤは、もともとはタイヤ交換が難しい新商車用の特別車に取り付けられたタイヤでしたが、2000年以降標準装備として実用化されたのを機に需要が広がります。普通のタイヤの場合、ゴムの厚みが数ミリしかないので、パンクした段階で車の重みで潰れ、そのまま走行不能になります。対してランフラットタイヤは普通のタイヤよりも5ミリから10ミリもゴムが厚いため、空気圧がゼロになっても車体を支えられます。サイド補強式といって、タイヤの側面が補強されているんです。パンク後も時速80キロで1時間走行できるという触れ込みに嘘はないようですが、そこにはパンクに気づかずに走り続けてしまうジレンマがあります。このタイヤを取り付けるときには、やはりパンクをドライバーに知らせる内圧警報装置が装備されていなければなりません。安全と危険は紙一重なんです。ワカサギ漁はなぜ冬に盛んに行われるのか。長野県の諏訪湖や山梨県の山中湖などの冬の風物詩、ワカサギ漁。凍結した湖面に穴を開けて釣り糸を垂らす。するとワカサギが食いついてくる。湖には鯉やフナなどもいるはずですが、この釣り方で鯉やフナを釣れることはありません。真冬に釣れるのはワカサギだけなんです。冬になるとワカサギがよく釣れるのは、寒さにめっぽう強い魚だからなんです。ワカサギは元はベーリング海や北海道周辺の魚であるため、他の魚の活動が鈍くなる冬場では活発に動き回るんです。それは産卵を控えているからでもあります。ワカサギの命はほぼ1年です。生まれて1年で成熟して春先に産卵し、産卵後ほとんどのワカサギは死んでしまいます。冬という季節はワカサギにとって産卵を控えた季節であり、十分な栄養を取らなければならないんです。そのため冬のワカサギは活発に餌を追い求め、人間の垂らした釣り糸にも引っかかりやすくなるというわけなんです。
今の時代を生き抜くには、あなたの体が出す幸せホルモンオキシトシンがあなたを救います。幸せホルモンオキシトシン、このオキシトシンが出るとどのような気持ちになるんでしょう。幸せな気分になります。脳、心が癒され、ストレスが緩和します。不安や恐怖心が減少いたします。他者への信頼の気持ちが増します。社交的となり、人と関わりたいという好奇心が強まります。学習意欲と記憶力が向上します。心臓の機能を上げます。そして感染症予防につながるんです。このオキシトシン、どうやれば出せるんでしょう。オキシトシンを分泌させる方法です。触れ合う、スキンシップをします。マッサージをします。見つめ合います。抱擁、ハグをいたします。キスをします。愛撫をします。性交渉をします。なんてことはないんです。コミュニケーション、人と関わることが大事なんです。孤独感が一番オキシトシンを脳から枯渇させる原因なんです。ぜひ何でもいいですから人と関わり触れ合ってください。オキシトシン博士と言われている高橋徳さん、あの方は愛を大事にするお医者さんです。あなたが本屋さんに立ち寄った際に身の毛もよだつような本に出会うかもしれません。そこに高橋徳さんの名前が堂々と一番目立つところに書いてあるかもしれませんが、これは出版社が悪いんです。出版社の出し方の問題なんです。高橋徳さん本人の意図とは関係なく、出版社が本を売りたいだけなんです。これもしかしたらゴーストライターがいる可能性大なんです。飲料の250ミリ缶と350ミリ缶が同じ価格で売られているわけとは。日本で売られている缶ジュースは250ミリと350ミリがほとんどです。しかしサイズが違うのに同じ価格なのは中身の質でも違うからなのでしょうか。日本ではもともと缶飲料といえば250ミリが主だったんです。しかし海外から350ミリの缶飲料が入ってくるようになると、日本のメーカーもこれに追随します。当初は250ミリより高く設定しておりましたが、価格が違うと自動販売機で売りづらいために同じ価格設定となったんです。実のところ 100ml 程度の分量差では中の飲料自体のコストはほとんど変わらないと言います。缶飲料の価格の大部分を占めているのは缶代と流通コストなどだからなんです。伊達政宗は実際に眼帯をしていたのか。伊達政宗は幼少時に右目を失明したことから独眼竜とも称されております。政宗のトレードマークといえば右目を覆う眼帯ですが、実はこれ後に創作された姿なんです。特に大河ドラマの影響により誤ったイメージが世間に広がってしまいましたが、
実際に眼帯をつけていた肖像画や記述は存在しないんです。加熱しすぎて死者も出た。明治時代の大うさぎブームとは、時代とともに様々なブームが起こりますが、1871年、明治4年頃に突如起こったのがうさぎの飼育ブームなんです。珍しいうさぎの売買で大儲けしたという噂が広がったため、うさぎバブルは過熱し、詐欺や殺人も起こる始末でした。しかし見かねた政府がうさぎ1羽につき月1円という高額な税を課すことを発表した影響もあり、ブームは急速に下火になっていきます。日本人はかつてビールを温めて飲んだ。日本でのビール酒造は1853年、川本公民が試しに酒造したことが起源とされております。明治時代に入るとビールの国内生産が始まりますが、ビールを飲み慣れてない日本人はなんと熱燗のように温めて飲んできたといいます。単に温めるだけではなく、西洋文化を真似てビールにスパイスを入れて、主にその香りを楽しんだそうである。江戸時代、将軍の夜の営みは監視されていた。江戸時代の将軍の夜の営みは常に監視されておりました。寝床の両側にあるついたての裏に遅い寝役が一人ずつ横になっていて、将軍と相手の会話や事の様子を聞き覚えて、翌朝になるとお年寄り役に逐一報告したといいます。これは将軍の相手をする女性の度の過ぎたおねだりを防ぐために導入されたシステムとも言われております。江戸時代のレンタルショップではふんどしが人気だったんです。江戸時代には様々な日用品をレンタルする人が多くおりました。当時のレンタルショップは損料屋と呼ばれ、人気の職業だったといいます。着物などの衣料品、釜や鍋などの炊事用具、布団や枕などの寝具、蚊帳などの季節品をはじめ、扱う種類は多岐にわたりましたが、中でもよく利用されていたのがふんどしです。当時は布がとても貴重で、ふんどしを買うと1本約6000円もしたといいます。一方、レンタルであれば安く借りられますし、洗濯済みのものを着用後洗わずに返却できたんです。ところでふんどしは誰もが着用していた下着と思われがちですが、実はおしゃれ向けなんです。普段からふんどしを着用している人は少数派だったそうです。戦艦大和の船内に作られたラムネ工場とは、真珠湾攻撃の8日後の1941年12月16日に集約した戦艦大和は全長
263メートル、排水量6万9600トンという世界最大の戦艦です。ミッドウェー、マリアナ沖、レイテ沖といった海戦にたびたび出動しましたが、その巨大さゆえか、ほぼ出番がなかったんです。この大和の船員たちにとって楽しみの一つがラムネでした。実は当時の戦艦には消火用に炭酸ガスの発生装置がついており、これとシロップ、水を混ぜればラムネができました。ただしラムネの配給は上艦優先で末端までは届かず、ラムネ当番だけは自由に飲めたといいます。大和はそれまでの戦艦だった長門より桁違いに大きく、冷暖房完備でエレベーターも完備、ラムネだけではなくアイスクリーム製造機までありました。そんな居住性にも優れた大和を人々は大和ホテルと呼んだそうなんです。電報は電線を使って言葉が届くと勘違いされていた。日本の電報サービスは1869年に東京横浜間で始まりました。当時の人々はモールス信号による通信を理解できていなかったこともあり、電線を伝わって言葉が届くという事実を勘違いして電線に手紙をぶら下げて宛先まで届けてもらおうとする人や、電信柱に耳を当てて言葉を聞こうとする人まで現れたそうなんです。日本人の祖先は陸橋ではなく船に乗ってやってきたんです。ホモ・サピエンスはアフリカで発生し、やがて世界中に拡散していきました。日本に目を向けると、これまでの学説では我々の祖先は沖縄列島と大陸がつながった際にできた陸橋を通じ日本へ渡ってきたと言われていましたが、近年当時の海面の高さの研究などからこの説は否定されております。そんな中、人類学者の川辺陽介氏が唱えているのが、日本人の祖先が3万8000年前以降大陸から船でやってきたという説だ。想定されるのは対馬、沖縄、北海道の3ルート。そのうち沖縄ルートでは草を編んだ船で黒潮の流れを横切り、沖縄の与那国島まで航海したと考えられるという。日本人初のルイ・ヴィトン購入者は誰なのか。フランスの高級カバンブランドルイ・ヴィトンの製品を最初に購入した日本人は、これまで土佐藩士の後藤象二郎と言われてきました。しかし2017年パリ本店の購入記録から1883年に板垣なる人物が先に購入することが分かりました。それは自由民権運動の指導者だった板垣退助で、記録と現物から裏付けられる最初の購入者と見られております。佐々木小次郎にとどめを刺したのは宮本武蔵ではなかった。二刀流を生み出した剣豪宮本武蔵と被験燕返しの使い手である佐々木小次郎、この二人の剣豪が対峙した巌流島の決闘といえば、劇や小説
漫画などにもたびたび描かれてきました。1612年、約束の時刻に遅れてきた武蔵は、自分の刀の鞘を海に投げた小次郎に、小次郎破れたりと言い放ち、抜いた刀を戻すところがないのは、勝つ意志がないのと同じと皮肉ります。そして武蔵の一撃が小次郎の脳天を砕いて死に至らしめ、武蔵は一人巌流島を後にした。こうした巌流島の決闘のイメージは、吉川英治の小説宮本武蔵に由来するものですが、小説の原資料となったのは伝記二天記。しかしこの伝記は武蔵が亡くなってから100年以上も後に書かれたものだったんです。ところが近年、巌流島の決闘を許可した細川家家老沼田信元の業績を期した沼田家記が見つかりました。それによると、武蔵にやられた小次郎は脳震盪で気を失い、しばらくすると息を吹き返します。それに気づいた武蔵の弟子たちは小次郎にとどめを刺したのだと言います。古代ローマの避妊具は青銅製だった。人類は有史以前から様々な方法で避妊をしてきました。変わったところではスポンジがあります。子宮頸部に入れることで精液を吸収するという方法で数千年前から利用されていた効果的な避妊法でした。紀元前後の古代ローマでは膣内に挿入して子宮を塞ぐペッサリー、リング状の避妊具が使われていましたが、これはなんと青銅製だったといいます。錬金術師が金を作ろうと尿を煮詰めて偶然発見されたリン。リンは植物の三大要素の一つとして窒素、カリウムとともに欠かせない存在。化学肥料としても広く用いられている。このリンが発見されたのは1669年のこと。尿から金を得られるのではないかと考えたドイツの錬金術師ヘニヒブラントが大量の尿を煮詰めて蒸発させる作業に取り組んだ。そして大変な異臭が漂う中、濃縮と不純物を取り除く純化の作業を繰り返した結果、生物資料から未知の新元素が発見されたのである。結局ブラントは本来追い求めていた金を得られなかったが、この新元素をギリシャ語で光を運ぶものを意味するリンと名付け、後世にこの名とユニークなエピソードを残す栄誉を手にしたのだ。東京原宿駅近くで何万像の化石が発見されたことがある。1971年、昭和46年、地下鉄の明治神宮駅を作るためにトンネル工事が行われた際に、ほぼ1棟分の化石が丸ごと見つかったのである。女性の大きな胸へのためらいが聴診器を生んだ。医師が患者さんの心臓の音や肺の音などを聞くときに使うのが聴診器である。聴診器が誕生する以前は、医師が病気を判断する際に患者の体を指先で軽く叩いて音を聞いたり、
胸に耳を当てて音を聞いたりするしかなかった。しかし女性相手に直接耳を当てるのはためらわれますし、胸が大きいとうまく聞き取れないという問題もあった。そんな中で1815年、フランスの医師ラエンネックは子供が木の棒の端を耳につけて遊んでいるのを見てひらめいた。紙を筒状に丸め、女性の胸に当ててみたところ、心臓の音がはっきりと聞こえたのだ。彼はすぐさま筒状の道具を製作。これが改良を重ね、現在の聴診器となったのである。人間の脳はリバウンドするようにできている。ダイエットにはリバウンドがつきものです。多くの人がダイエットに臨んではリバウンドし、その度にかえって太るということを繰り返しています。それにしてもなぜリバウンドしてしまうのでしょうか。その答えは、人間の脳はダイエットに失敗してリバウンドするようにできているからなんです。その仕組みについてご紹介いたしましょう。私たちの命をつなぐためにはエネルギーが必要です。そしてエネルギー源となるのは炭水化物、糖質です。だから人間は生まれながらにして炭水化物を摂取するようにプログラミングされています。しばらく炭水化物を取らないでいると血糖値が下がってイライラしてきます。この時、脳の指令によって猛烈に炭水化物を食べたくなります。そして食べれば脳の報酬系が働き、ドーパミンというホルモンが出て幸せを感じるようになっています。ああ、幸せ。おいしい幸せと。この幸福感を得たくて人間はせっせと炭水化物を食べ、エネルギー枯渇を防ぎ、命をつないできたのです。ただ、ここで忘れてならないのは、こうしたプログラムが完成したのは、はるか昔の旧石器時代だということです。旧石器時代にできた脳が幸せを感じる仕組みとは、旧石器時代には農耕の技術はなく、人々は狩猟や採集で食べ物を得ていました。そこにはエネルギーとなる炭水化物はあまり含まれておらず、それゆえにいくら食べても食べ過ぎにはなりませんでした。そういう時代が数百万年も続きました。ところが約1万年から2万年前に農耕生活が開始され、小麦などの炭水化物を栽培し、かつ保存ができるようになりました。現代社会はいくらでも取れる状態です。しかも炭水化物は他の食品に比べて安価です。さらに糖質制限など行うものなら、脳から何をやっているんだ、早く炭水化物を食べなさいという指令がどんどん脳から出されます。それに従って食べれば、ああ、やっぱり美味しい幸せとなります。ちなみに薬物依存の人がダメだと分かっていながら薬物に手を出すのはハイになりたいからではありません。薬物が切れた苦しい状態から抜けて正常なレベルまで調子を取り戻したいからなんです。極端な肥満者の場合、これと同じ状況で糖質を取らないと落ち着かずに憂鬱に感じられ、そこから脱出したくて食べてしまうというひどい依存症に陥っているんです。こういう状況だからリバウンドしてしまうのも当然です。
糖質を買っているのではなく、買わされているんです。加えて現代社会は脳の報酬系によるドーパミンの分泌が極端になり、糖質依存症へ突き進む条件が揃っています。今は多くの食べ物が工業製品となっています。食品メーカーにとって最も理想的なビジネスは、消費者が何度もリピート購入をしてくれる商品を作り出すことなんです。そのためには世の中に糖質依存症を増やすのが手っ取り早いんです。例えばコーラはその典型です。コカ・コーラは1886年に薬剤師のペンバートンが発明しました。当初はコカインを含むコカの葉の成分が含まれていましたが、さすがにそれは取り除かれ、今のコカ・コーラはカラメル E150D という色素と企業秘密の香料を加えたただの砂糖水です。原材料費も安く、とても効率的なビジネスモデルなんです。企業として利益を追求するのは当たり前のことですし、それはコカ・コーラに限ったことではありません。安価でお腹いっぱいになるピザや菓子パン、冷凍で使いやすい餃子、焼きそば、うどん、コーンシロップをたっぷり入れた清涼飲料水、小麦粉やじゃがいもから作られるスナック菓子、これらは消費者が喜んで繰り返し買ってくれるから、スーパーやコンビニで売るのは当然です。なぜ繰り返し買ってしまうのかについて、美味しいからというのは表面的な解釈で、正しくは糖質依存症になっているからなんです。瞬間的に血糖値上昇を引き起こす危険な飲み物。つまらないことで糖質を取ってしまう習慣の筆頭が、ちょっと一休みした時の缶コーヒー、清涼飲料水、エナジードリンクなどです。例えば 500ml のコーラは 57g、角砂糖14個分の砂糖が入っています。炭酸飲料は糖質含有量が多いのですが、炭酸の爽やかさや酸味量などによってそれがごまかされてしまうのです。ポカリスエットのようなスポーツ飲料もしかりです。特に夏は熱中症予防のためにスポーツ飲料をよく飲む人がいますが、水で十分です。こうした飲料は液体であるために胃での消化を必要とせず、すぐに小腸で吸収され、あっという間に血中にブドウ糖があふれます。結果、血糖値スパイク。急激に血糖値が上昇することを起こし、糖尿病にもかかりやすくなります。まずはこうしたものを一切やめ、水かお茶に変えましょう。コーヒーや紅茶を飲むときに砂糖を入れるのはやめましょう。スーパーに行くときはあらかじめ買うものを決め、それだけを購入するようにしましょう。さもないと、つい糖質たっぷりのものを買ってしまいます。今すぐやめるべき習慣。大した用もないのにコンビニに立ち寄るのはやめましょう。寄ればついスイーツコーナーに足を運んでしまうでしょう。そして美味しそうな新商品を見たら、脳は早くそれを買って食べろと指令を出します。普段から身の回りに甘いものや炭水化物を置かないことも大事です。お菓子やカップ麺の買い置きはやめましょう。要するにダイエットは自分の脳との戦いです。糖質を取れという脳の指令をいかに聞かずに済むかという工夫が必要なのです。できれば周囲に糖質制限でダイエットすると宣言しましょう。そうすれば出張のお土産のお菓子もパスできるはずです。ダイエットで大事なのは
続けること、時間がかかることを前提とし、途中で失敗してもくよくよせず、また続ければいいのです。こうして焦らずに糖質摂取量を減らしていけば、あなたは確実に痩せることができます。どうしたらリバウンドを避けられるのか。太っていた人が痩せてとても綺麗になり、周囲を驚かせることがありますね。でも彼らは大抵再び周囲を驚かせます。あれだけ苦労して痩せたのに、なんでまた戻ってしまったのと。おそらく本人も残念でたまらないはずです。我慢して痩せたのに、そのすべてを水の泡にしてしまうのは、一時的に体重は落としたのかもしれないですけれども、糖質依存症に陥った脳を治していないからなんです。糖質依存に限りませんが、中毒症状から抜け出そうと思ったら、一時的ではダメ。完全に抑えることが必須です。つまり、リバウンドしないダイエットには、完全に抑えたかの見極めが必須で、それにかかる時間をきちんと把握することが求められます。脳はとても緻密な器官であると同時に、変化には時間がかかります。2009年にイギリスで行われた研究では、脳が新しい習慣を受け入れるまでには、平均66日かかることが分かっています。どんな習慣であるにしろ、1週間で身につくとか、1ヶ月で結果が出るなどと謳っているのは全部嘘なのです。特にダイエットは短期集中は失敗します。糖質中毒はコカイン中毒の8倍、依存性が高いという報告がなされています。この現実を踏まえない限り、リバウンドしないダイエットは無理。正しい知識のもと、きちんと必要なプロセスを踏んだ人だけが成功いたします。バターはもともと薬だった。バターの歴史は古く、その起源は世界最古の文明とされるメソポタミア王朝にまで遡ると言われる。当時バターは食べるだけではなく薬としても使われていました。傷薬や膏薬として肌に塗ったり目薬や髪油などに使われていたのである。ヨーロッパでバターが使われるようになったのは6世紀のフランスと言われ、これも同じ頃、インドから中国、朝鮮を経て仏教とともに日本にも伝わった。当時の日本でバターは祖と呼ばれ、貴族や天皇家の人々にしか手に入らない、とても貴重なものだったと言います。1億円出ましたという宝くじ売り場が判明する仕組みとは。宝くじは都道府県や政令指定都市で組織する宝くじ事務協議会からみずほ銀行が販売事務を受託し運営しています。そしてみずほ銀行では宝くじを販売業者に配布する際、届けたくじの番号を記した明細表を添付します。抽選後、みずほ銀行ではこの情報をもとに1億円以上の当たりくじが出た販売業者を調べて連絡し、業者の方もどの売り場で売ったのかを銀行側に報告するため、当選した場所がすぐに判明します。バラ売りのくじも連番だったものを売り場で組み合わせて袋詰めにしているだけなので、簡単に確認できるそうなんです。虫歯があると宇宙飛行士になれないというのは本当なのか。虫歯があると宇宙飛行士になれないというが、これは本当なんです。宇宙で船外活動をするとき、宇宙服の中は約 0.3 気圧に減圧されるが、もし虫歯があって歯に気泡ができていると、空気が膨張して歯を
内側から圧迫し、猛烈な痛みが生じます。最悪のケースでは歯が破裂する危険もあると言います。ただし、たとえ虫歯があっても完璧に治療していれば大丈夫で、歯に詰め物があっても問題ありません。宇宙飛行士は宇宙空間に出てしまってから虫歯が痛み出した場合を想定し、ペンチで自分の虫歯を抜く訓練も行うといいます。世界初の地下鉄には蒸気機関車が走っていた。世界初の地下鉄がイギリス・ロンドンで開通したのは1863年。バディントンからファリンドンストリート駅間の約6キロを走りました。しかし当時はまだディーゼルや電気で走る鉄道がなく、客車を牽引するために蒸気機関車が使われていました。煙を減らすため様々な対策が取られていましたが、駅や乗客はすすまみれになってしまい、あまり評判は良くなかったんです。勝海舟が大の犬嫌いになったわけとは。勝海舟は9歳の時、学問の稽古に通う途中に野良犬と遭遇し、局部を噛まれてしまいました。おちんちん噛まれちゃいました。陰嚢が破れ、睾丸、金玉が落ちかかっていましたが、外科医が傷口を縫合し、70日後に全開しました。さすがこの一件がトラウマになってしまったようで、勝海舟は大の犬嫌いに、犬を見るたびに、おーと震え出したんです。マリー・アントワネットがハンカチは正方形と決めた。ハンカチがいつ頃から使われるようになったのかは明らかではありませんが、紀元前3000年頃のエジプト王女の墓から発見された精巧な麻の端木では、汗を拭いたりするためのハンカチだったと考えられております。16世紀頃にヨーロッパで使われるようになった当時、ハンカチには正方形以外の形もあったといいます。ハンカチといえば今でこそ正方形だが、そもそもハンカチは正方形という布告を出して国の内外に広めたのは18世紀末にフランス宮廷のファッションリーダーとして君臨した王妃のマリー・アントワネットだったんです。敬虔な仏教国タイの僧侶は半数がメタボリックなんです。僧侶が深く山われている東南アジアの国タイでは、信者たちが食べ物を施す汽車が盛んだ。しかし近年経済成長に伴う食生活の変化により、供え物が高カロリー化。タイの僧侶たちはメタボリックに苦しめられているそうなんです。実際タイの肥満率は世界で135位と健康国ですが、肥満と判定された僧侶は 48% という研究結果が報告されております。ユダヤ教の安息日にはエレベーターが自動運転になる。ユダヤ教の安息日は1週間の最後の日、土曜日に一切の労働を休む日なんです。そのためイスラエルでは安息日の旅行や車の運転、買い物、料理、電化製品や火の使用などが禁止されているんですが、なんとエレベーターが各階停止の自動運転になることがあります。これはエレベーターのボタンを押すと電気スイッチ内に火花が飛んで火を投下するため、これを避けるため自動運転なのだと言います。海外旅行に行く際は
ピースサインを避けた方がいいですよ。日本でもよく使われるピースサインは、平和を祈るサイン、あるいは勝利をアピールするサインとして海外でも認識されている。だが、国によっては注意が必要なんです。例えばギリシャでは手のひらを見せてピースをすると侮辱したと思われる可能性が出てきます。これはかつて犯罪者が2本指で物を投げたことに由来するそうなんです。自分側に手のひらを向ける逆ピースサインで意味が変わる国もあります。イギリスやオーストラリアなどでは通常のピースサインは勝利を意味しますが、裏返すと性的な表現に由来した揶揄、侮辱を意味する仕草になると言います。海外旅行に行く際はお気をつけをくださいまし。韓国での名字はたったの5種類で半数を占めてしまいます。韓国のことわざにソウルの山から石を投げると金さんに当たるというものがあります。実は韓国の名字で金、キムは最も多く5人に1人はキムさんだと言います。日本の名字は約30万もあると言われますが、韓国には300程度しかなく、しかも同じ名字の人が多いんです。韓国統計庁の2015年の調査によりますと、1位はキムさんの 21.5%、2位はリーさんの 14.7%、3位はパクさん 8.4%、4位はチェさんの 4.7%、5位はチョンさんで 4.3%、つまりこの5個の名字だけで 53.6% を占めてしまうんです。そのため人を呼ぶときに名字ではなくフルネームか下の名前で言うのが一般的なようで、会社では肩書きなどをつけて区別しているのだと言います。中国浙江省に伝わるおしっこを使った珍料理。チンチン料理ではございません。中国浙江省の東洋市では毎年春、同子蚕と呼ばれる一風変わった料理が出回ります。同子とは男の子、蚕とは卵の意味。なんと男の子のおしっこで卵を茹でた料理なんです。煮汁に使う男の子のおしっこは10歳以下限定だと言います。健康促進や血液循環、夏バテ予防効果があるとされるこの料理は、東洋市の無形文化遺産に登録されております。ぜひお食べください。ローマの観光名所、トレビの泉に投げ込まれるお金は年間1億円以上なんです。イタリアのローマにあるトレビの泉は、オードリー・ヘップバーンが出演した映画ローマの休日に登場したことでも知られ、今も多くの観光客が訪れる人気スポットとなっております。後ろ向きにコインを投げ入れると、会いたい人にまた会えるというこのトレビの泉には、毎日たくさんのコインが投げ込まれますが、その金額は年間約1億円を超えると言われております。回収されたコインは慈善活動に寄付されているそうです。オランダには汚さを売りにするホテルが
ありますよ。オランダの首都アムステルダムに汚さを逆手にとって人気を集めるホテルがあるんです。ハンス・ブリンカー・バジェットホテルです。もともと安さが売りのホテルでしたが、あまりの汚さから客のクレームが絶えなかったんです。そこで考えたのが徹底的に正直になることだったんです。部屋にはドアがあります。ベッドがあります。窓がありません。犬のクソもあります。と、ひたすら事実を伝え、ボロ宿であることをアピールします。免疫力を高めようをセールス文句にしました。すると、これは面白いと、宿泊客が激増。人気のホテルになったということなんですよ。おならと香水には同じ成分が含まれている。匂いはその濃度によって全く香りが異なります。濃度が強いと刺激臭として不快に感じられますが、薄めていくといい香りになるものも存在します。その代表例がおならの成分の一つ、スカトールです。スカトールは濃度が強いと糞の匂いを発しますが、薄めていくとあるところで一転してジャスミンを思わせる香りになります。そのため香水の成分として欠かせない物質となっているのです。次の回までごきげんよう。皆様方の穏やかで平和な日常を願っております。それではおやすみなさい。